はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、衛星チュートリアル知らないと積むローカルサーバー設定徹底解説をお送りいたします。アーク始めるにあたってローカルでスタートされる方多くいらっしゃるかと思います。通常、普通のゲームされる場合、ローカルで軽く難易度設定とか設定すれば、そのまま普通にゲームが楽しめるかと思うんですが、アークの場合ですね、ここの設定項目が非常に事細かにできるようになっております。普通に非公式サーバー立てたりとかするのと同じぐらい細かく設定ができるようになっておりますので、始めてすぐの方がその設定事細かにするっていうのが非常に難易度が高くなっております。基本おすすめはですね、最初の方よくわかるまではちゃんとした非公式サーバーであったり、公式サーバーで始められた方が比較的楽かと思うんですが、ローカルでされたい方向けに今回その項目一つ一つ内容をご紹介しながらおすすめの設定などもご紹介させていただきますので、最後までご覧いただければと思います。始めて間もないからよくわからないっていう場合はですね、一通り説明した後におすすめの設定をご紹介しておりますので、まずはそれをそのまま設定いただいて、あとは自分なりにやりながら合わせていただければと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。当チャンネル、このようにですね、初心者向けのチュートリアルから最新ニュース、各種トラップであったり、幅広くアークを広めるためにいろんな情報を発信しておりますので、ぜひ最新情報を見逃さないようにチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では、本編、どうぞ。ではですね、アーク、まずゲームスタートするとこの画面になるかと思います。映っているものはその時期によって変わっていると思うんですが、右上、エスケープ、開始ボタン、スペースボタンになっておりますが、これコンソール版だとボタンは変わっていると思うんですけども、場所は一緒だと思うので、ご安心いただければと思います。オプションメニューの方の設定に関してはですね、ゲーム内でできる設定、グラフィックとか音量とかの設定になっておりますので、今回この内容ではないのでご注意ください。これはまた後日ご紹介しようかと思っております。まずは開始でスタートしていただくと、メニュー画面がですね、3つ出てくると思います。場合によっては4つの場合があるんですが、左側におすすめのコンテンツが出ている場合があります。通常はこの3つだと思ってください。右側、モッドリスト。こちらがアークで使えるモッドがここからダウンロードしたり、アップデートしたりすることができます。通常でもアーク公式のモッドでですね、各種ホリデーイベントであったりとかも、ここからダウンロードすることになりますので、こちらはまた後日詳しくご紹介させていただこうかと思います。左側、ゲームに参加。こちらはオンラインで公式サーバーであったり、非公式サーバーで遊ぶための部分になりますので、今回はローカルの設定になりますので、真ん中のゲームを作成、または再開を押します。すると、この画面になりまして、まずはアーク、マップですね。上側がストーリーマップ。今現在4つ出ておりまして、ワイルドカードが制作したバックストーリーを含めたマップとなっております。下、アークって書いているのが、通称モッドマップと呼ばれる、モッドから公式で正式採用されたマップが表示されるというものになってます。一番下はワイルドカードが出しているクラブアークになってますが、これもアークの方に入ってますね。現状はペンターとアストレイオスになりますが、今後ラグナロクであったり、バルゲロであったり、その他数多くのモッドマップ、正式採用のものが追加されていくことになります。これは単純に選んでいただくだけですね。アストレウスは有料のマップとなっておりますのでご注意ください。隣のモッドアークっていう方はですね、先ほどの右側のモッドのところから公式採用ではないけども、モッドでマップが有料無料いっぱい出ておりますので、そちらからダウンロードいただいて利用いただくというものになっていきます。自分ですね、一回ローカルデータ全部飛んだので、今何も入っていない状態になっております。モッド設定。これもですね、有効なモッド、利用可能なモッドというのがありまして、通常ダウンロードすると利用可能なモッドのところにずらっと今入っているものが出てきます。これもデータ消えたので今一つしか入れてないです。
カスタムコスメはここに入りませんので、通常のモッドとしての導入したものに関して表示が出てくるというものになります。利用したいモッドを選んでいただくと、モッドを有効か無効かっていうのがありますので、有効化していただくと左側に A のマークが来ます。このマークがついていると有効となっておりまして、左側の有効なモッドというところに表記が出てくることになります。こっち側のタブに全部出ているものが有効になっているものということになります。もっとアップデートしていないと正式に動かないものっていうのも多くありますので、オンラインでもローカルでも変わらずですね、始める前にモッドを見ていただいて、アップデートがないかどうかですね、確認いただいた方がエラーが出づらくなるかと思います。そのあたりはご注意いただければと思います。続いて、エングラム。こちらはですね、使用できるエングラムを選択したりすることができます。最初は何が何かよくわからないと思うので、一旦気にせずにスルーしていただければと思います。ゲームのルール。こちらに関してはですね、詳細とともにですね、かなりサーバーの設定として事細かに設定ができるようになっております。まず、ルールの部分に関しては、プレイヤー、生物、建築物、ワールド、あとルールという部分になってます。プレイヤーに関しては単純にダメージ、耐性、食料の消費速度、スタミナの減少、体力回復、採取効率となっております。通常公式ではここの数値は1なんですが、一応ですね、下の方で難易度設定というのがあります。イージーだとダメージ3倍、耐性1、消費量4分の1、回復3倍、採取量1となっています。ノーマルだと2倍と半分、ハードだとオール1ということになります。ここはですね、ダメージとか採取効率などに関しては、あまり上げすぎると恐竜テイムする意味がなくなってくる部分でもありますし、採取効率上げすぎるとすぐ動けなくなるっていうのが最初生まれてしまいますので、採取効率は1の方がいいかと思います。難易度設定でも特に変わらない部分になってますのでね。最初のステータスに関してはですね、この難易度に合わせていただいてもいいかなとは思うんですが、おすすめはオール1になります。続いて生物。これ少し注意しないといけないのが、一番上の最大カウントというところになります。これ合わせていただくと各項目説明文が出るんですが、値が高いほどアークに発生する生物の総数が増加するとなっております。特定の生物ではなくて、サーバー全体の生物量に関しての増減ということになります。これ注意しないといけないのがですね、特定の生物が出てこないので、この数字を上げてみると、サーバーが恐竜だらけになりまして、ものすごく重くなります。このサーバーっていうのはローカルサーバー、要は自分の PC で動かしているので、非常に負荷がかかります。なので、ここ注意しておかないと、自分の PC のスペックにもよるんですが、これに耐えれるスペックの PC でされている方、そんなに最初多くないと思います。あまり数値触らない方がいいかと思います。続いて、ダメージ。これは攻撃力ですね。耐性、消費、採取効率となっております。タレットのダメージっていうのは PVE の場合ですね。防御用にタレットを置いた場合、野生生物からの攻撃でのダメージということになりますが、あまり PVE では気にしなくていいかと思います。あと1個言い忘れましたが、今回の設定ですね。基本的に PVE を想定したお話になっております。一人でやるお話ですね。専用サーバーという形で、ローカルに人を招いて複数人でゲームすることも可能ではあるんですが、今回は一人でローカルでシングルプレイでする想定でお話をしていきますので、あらかじめご了承いただければと思います。続いて、下2つ、テイムを無効化、騎乗を無効化というところになるんですが、それぞれテイムできなくしたり、テイムはできるんだけども、騎乗はできないという設定ができます。縛りプレイのようなものですね。なので、最初はオフでいいかと思います。生物のダメージに関してなんですが、難易度イージーですと、このように攻撃力は一緒で、体力の回復が3倍、消費量が4分の1となります。ダメージ上げちゃうとちょっと色々支障があるので、この辺は触らなくなってます。この辺の数字はですね、このように難易度設定の方で調整いただければわかりやすいかと思います。ただ他の数字も変わってしまうので、覚えてその設定で変えればいいかなと思います。各項目だけではないので、
こでイージーになると、こっちもイージーになってますんでね。他の設定もイージーの設定になっちゃいますんで、ご注意いただければと思います。採取効率は恐竜、基本的に 3.2 倍となっておりまして、公式も一緒になってます。この辺の難易度設定で変わらない部分は、基本的にいじらない方がいいと思っておいていただければと思います。続いて、建造物。ダメージですね。防護柵など、建造物の中でも敵にダメージを与えるものがあります。その分の攻撃力ということになります。で、防御力ですね。攻撃を受けた際の防御力ということになります。生物によって建造物種類にですね、ダメージ与えれる与えれないというのがあるんですが、ダメージが与えられる場合に関しての防御力ということになります。これ注意してほしいのは、数値を上げると防御力が減少するというものになってますので、説明文をよく読んで数字を上げればいいのか下げればいいのかっていうのは各項目ですね、変わってきますので、その辺はご注意いただければと思います。ダメージ修理負荷時間というのがあるんですが、ダメージを受けた場合に修理できるまでのクールタイムがあります。ローカルの場合は大して気にする部分ではないかと思います。ゼロでもいいかなとは思うんですが、資材があれば攻撃されながら修理するっていうことができるようになります。ここはお好みで大丈夫です。そのままでもいいと思います。続いて、建造物設置時のコリジョン制限を無効化なんですが、コリジョンって何っていう方多いと思うんですが、地形に食い込める建築ができるかできないかということになります。衛星、リソース以外に関しては割と食い込めたりしますので、あまり関係ないところもあるんですが、ローカルで地形に左右されずに自由に建築したいっていう場合は、オンにしていただいてもいいかと思います。個人的には建築税なので、この制限があることによって工夫して建築していくというところも面白さの醍醐味でもありますので、オフを推奨しております。ここもですね、難易度、イージーにすると耐性が強くなりますね。その他は数字変わらない部分になりますので、修理可能とかは違ってきますが、いじるとすればこの耐性の部分ぐらいかと思います。続いて、ワールド。これは、よく週末イベントとかである倍率になっております。上3つは、経験値の倍率、テイムの倍率、採取量の倍率。これは各数字を上げると効率が上がるというものになってます。続いて、スピードレベリングを許可の部分ですが、衛星になりまして、サバイバーも通常生物もレベルがスピードに触れなくなりました。これをオンにすると、スピードにレベルが触れるようになります。ただし、野生生物もスピードにレベルが振られることになりますので、衛星、スピードに触れなくなったことによって、他のステータス、命令とか体力に多めにポイントが振られることになりまして、結構高いポイントでテイムできたりするメリットがあるんですが、これをオンにするとスピードにも振られてしまいますので、ASE のようなポイント感覚になってしまいます。メリットデメリットありますが、比較的難易度も変わってくる部分になりますので、推奨としてはオフになります。続いて、飛行速度のレベル上昇を許可。これは ASE 時代も初期以外はできなくなっていたんですが、飛行生物に対してのスピードのレベル上昇をできるかどうかということになります。例えば、バイバンより速いアルゲンを作ったりとか、鉄アコアトルスのスピードを上げたりとかですね、できるようになるんですが、これもですね、かなり難易度に左右されるものになりまして、ここはですね、基本的にオフでいいかなと思います。続いて、最高難易度に設定。これはですね、マップに関係なく、生物の最大レベルを150にします。公式の設定と同じということになります。推奨はオンです。理由はこっちでご紹介します。まず、難易度設定。上の部分がオフであれば、下のこの難易度設定が適用されます。数字で変えていくことになるんですけども、最初怖いから少なくするってした場合ですね、湧いてくる野生生物のレベルが低くなります。もちろん敵対としては問題ないんですが、テイムできる生物のレベルも高い子を見つけづらくなります。強い恐竜を手に入れることができないので、ボス戦をしたり洞窟を行ったりとかかなり厳しくなってきます。なので、最初のスタート時はいいかもしれないんですが、結果テイムするのが大変になりますので、ここに関してはですね、最高難易度オンをお勧めします。PVE モード。ここはですね、PVE オンにしといていただければと思います。
後ほどの設定のところで PVE の設定をするんですが、ここがオンでないと作用しません。その他ですね、通常 PVP のモードになっております。ポットのクールタイムであったりとか、PVE 特有のものっていうのがかなり ASA の場合は多く存在しておりますので、ここは PVE される場合、ローカルでされる場合ですね、基本的にオンにしといていただければと思います。続いてハードコアモード。これをオンにするとサバイバーが死亡した場合にリスポーンできなくなっております。つまり1からやり直しということになりますので、ここに関してはオフで大丈夫です。熟練サバイバーになったらね、オンで楽しんでいただくのも一つです。続いて、リスペックを無制限化。これはですね、ゲーム内レベルを上げていってエングラムを覚えていくんですが、すべて忘れるマインドワイプトニックというのを作れるようになります。すると、一旦レベルやエングラムすべて忘れて一から振り直しができるというものになってます。通常これを使った場合、クールタイム24時間あるんですが、今後出てくる内容もそうなんですが、ローカルの場合ですね、時間の経過がゲームしてる時しか進みません。なので、こういう時間経過系に関してはですね、非常に辛いものがあります。リスペックに関してはオンでいいかと思います。ちなみに難易度イージーだとこういう数値ですね。経験値3倍、テイム5倍、最終2倍、レベル 0.2 になってるんですが、これイージーでする場合もですね、ここだけは最高レベルオンにしといていただければと思います。あと PVE モードオン、ノーマルに関しても経験値2倍、テイム3倍、最終 1.5 倍となってます。ここだけはオンに変えておく必要があります。あと PVE モードですね。スペックは常にオンになってますね。ハードはオール1ということになります。どの難易度にするにせよ、この最高難易度に設定と PVE モードはオンにしておけばと思います。続いてルール。三人称視点有効化。最初オンになっているんですが、ここはオンでいいと思うんですけども、どうしても一人称のみでしたい場合はオンにしていただいてもいいと思います。ゲーム内でも切り替えれますんでね、オンでいいと思います。ボイスチャットに関しては、非専用サーバーでされる場合とかの部分になってきますので、特に気にしなくていいかと思います。続いて、管理者ログの有効化。ここも、とりあえずオンでいいと思います。最後の方にお話ししますが、管理者ログオンにしてですね、サーバーの管理をしないと自分しか管理する人いないので、管理部分でですね、どうしてもここの管理者ログの有効化重要となってきますので、ここはオンにしておきましょう。続いてクロスヘアの有効化。レティクルですね、真ん中の十字とかの目標物になるんですが、これに関してはですね、オンでいいと思います。邪魔だなと思ったらオフにしていただければと思います。ハブの無効化。これはですね、ハブを完全に無効化します。表示が出なくなりますので、ゲーム中はですね、見やすくはなると思うんですけども、数値が出てこないので、結構見た目で分かりづらくもなってきておりますので、ここはですね、最初はオフでいいかと思います。サバイバーのダウンロードとかはですね、お好みということになりますので、基本的には触らなくていいかと思います。アップロードしたり、別のサーバーにサバイバーを移したりする場合、これ無効化にしているとできなくなります。制限かける必要はないかと思います。次、PVP のガンマ有効ですが、これも関係ないので飛ばします。次、クリエイティブモードを表示。クリエイティブモード何かっていうと、簡単に言うとですね、建築を楽しむために自由に建築ができるようなものになってます。例えば、別でされているところで、施策をローカルで作る場合とかですね、資材集めしなくても、エングラムにある内容であれば、自分のインベントリー内で自由に資源なく作成ができたりしますので、自由に建築を楽しむためのモードというものになってます。飛んだりとかもできますんでね。あと、体力とか、もろもろ消費せずに、正確に言うとすぐ回復するっていうのが正しいんですが、無敵モードで空も飛んで自由に建築ができるというものになってます。これもオンオフですね、オプションの方でできるようになりますんで、一旦オンにしておいてもいいかと思います。クレートの無効化。戦利品クレートという宝箱みたいなものがあるんですが、それを現れなくするというものになってます。これも縛りとかの部分になってくるので、最初はオフで大丈夫です。次、フレンドリーファイヤー無効化なんですが、PVE モードでトライブメンバー、生物、建築物へのフレンドリーファイヤーをなくすものになってます。これはですね、自分の攻撃で仲間殺したくないよっていう場合は
オンにしておいていただければと思います。状況によってはですね、どうしても赤ちゃん厳選とかしてるときですね、倒さないといけない場面が出てくる場合もありますので、そういった場合は必要になってきます。次、ここも重要な部分なんですが、シングルプレイヤー設定を有効化。これはですね、個人プレイ用に速いペースでサバイバルを経験できるようにですね、内部的な数字でいろいろ難易度を下げるというものになっています。基本的には複数人でプレイするゲーム難易度で設定されておりますので、オンでもいいんですが、かなりですね、難易度が変わります。なので、基本的にはオフを推奨します。内部数値なので、この今までのプレイヤーとか生物とかで設定した数値ではない部分で内部的に変更されてしまいますので、かなり生物が強くなります。テイムした生物がですね、ちょっと面白みが欠ける部分にもなってきますので、ソロでですね、慣れずにボス戦行くとかであればですね、オンでもいいかと思うんですが、慣れればオフのままでボス戦一人で行けたりするんですけども、基本通常のサバイバルに関してはですね、オフでしていただいた方がいいかと思います。ここの設定に関してはですね、変更点としては管理者ログとクリエイティブをオンにしてシングルプレイヤーモードはオフですね。続いて、ここからが本題の詳細設定となります。PVE、PVP、ワールド、野生恐竜、テイム済みの恐竜、プレイヤー、経験倍率、その他となります。まず PVE なんですが、上のタイマーっていうのがゲーム内の時間で PVE と PVP が切り替わる設定ができたりします。今回1人を想定しているので、ガンマ無効化までは特に気にしなくていいです。続いて、洞窟内の建築。これはですね、通常 PVE の場合、洞窟内建築ができないんですが、洞窟内でも建築できるようにするというものになってます。ここはまあお好みでいいかとは思うんですが、公式はオフになっておりますので、建築できてしまうとですね、洞窟攻略の難易度が落ちたりとかもしますので、推奨はオフでございます。建築物の崩壊を無効化なんですが、ローカルなんでこれ無効化にしなくていいかと思います。建築物崩壊しなくても別に問題ないと思うので、ここはオンでいいかと思います。所有期限ですね。ここもまあ無視していただいていいかと思います。恐竜の所有権。これも無視ですね。時間もそうですね。続いて飛行の運搬。PVE モードでプレイヤーが騎乗している生物が他の生物やプレイヤーを乗せることを許可するというものになるんですが、要するに飛行生物で掴める掴めないということになります。通常、テイム恐竜でテイム恐竜を掴むことは可能なんですが、野生生物を掴むことはできません。これをオンにすると掴むことができるようになります。次、資源が豊富な特定のエリアでの建築を無効化するというものになっているんですが、これもローカルなんで自由にしていただいていいかと思います。ただ、湧き潰ししてしまう可能性もあるので、ご注意いただければと思います。最初どこがよく湧くかわからないと思うので、一旦ここはオフでもいいのかなと思います。病気完全無効化という部分になるんですが、一部の生物は病気を持っていたりします。恐竜病とかですね。ここまあ難易度の部分になりますので、オフでもいいかなと思います。お好みで。リスポーン後の感染症の無効化なんですが、一部の病気に関してはですね、死んでも継続して病気のままだったりします。人にも移ったりしますので、ここに関してはですね、これもまあお好みなんですが、ローカルの場合であれば、死んだらリセットでいいような気もします。通常はオフですね。次、生物の洞窟内の飛行を許可。これに関しては、一部の洞窟であったり、一部の生物は除いて、基本的に洞窟内で飛行はできなくなってます。自由に飛行生物で入れるようにできるというものになるんですが、当然ながらですね、洞窟を飛んで野生生物を避けて攻略するということになりますので、格段に洞窟の難易度が変わります。ここも基本的にはオフを推奨します。格段に難易度が下がってしまいます。PVP は飛ばします。次、ワールドの設定。まず1日の経過速度なんですが、時間の経過速度を決定します。数字が下がるほど周期は遅くなります。
ただ、ここに関してはですね、単純に1日の時間というところになりますので、基本的にはあまり考えなくていいかと思います。次、日中の経過速度というところで昼の長さになります。これは夜間の長さにも比例します。数値を低くすると日中の長さが伸びるものになってますので、高くすると昼の長さが短くなります。数字を減らすと昼の長さが長くなるというものになってます。逆に夜ですね。これも数値を低くすると夜の長さが伸びます。昼と夜の長さ、バランスをとってということにはなるんですが、夜は夜の醍醐味があるんですけども、暗くて夜、やりづらいっていうので、夜をなくしたい場合は夜の数値を高くすると夜の期間が短くなるということになります。通常マップ、そんなに大きく難易度左右するものではないんですが、唯一ですね、アベレージの地上だけ、ここかなり関与する部分になりますので、基本的には触らなくていいかと思います。配信都合とか夜映像的に都合が悪いっていう場合に変えたりとかはありと思うんですが、通常のサバイバルとしては触らなくていいかと思います。開始時間は特に気にしなくていいかと思います。腐敗までの時間、アイテムの腐敗時間を増減するものになるんですが、これに関してはですね、腐敗のしやすさ、なくしてもですね、腐肉がたまらなかったりしますので、触らなくていいかと思います。アイテム消滅までの時間、これドロップアイテムが消滅するまでの時間となりますので、これも消えなくするとですね、いらないものを捨てた時に消えなかったりしますので、ご注意いただければと思います。死体消失までの時間、死体が消えるまでの時間ということですね。これ全部1でいいかと思います。試験のリスポーンに必要なプレイヤーからの距離ということになるんですが、これある程度ですね、設定しておかないとリソースに埋まるという現象が発生してしまいますので、ここも触らなくていいかと思います。続いて、リスポーンに必要な建造物からの距離ですね。これもある程度取っておかないと、建築したけど中で岩が湧くっていうことが発生してしまいますので、設定は触らなくていいかと思います。採取可能物の耐久力。これに関してはですね、リソースが取れるものの耐久力を示しています。数字を上げるほど耐久力が高くなります。すると、いっぱい取れるということになります。なかなか壊れないんですが、いっぱい叩いて大量のリソースを獲得することができます。逆に数値を下げると簡単に壊れるようになります。その分1回分しか取れないので、リソースは少ないということになります。通常サバイバルで獲得する場合ですね、耐久力上げていっぱい取れるようにした方がいいんですが、建築する場所とかですね、切り開く場合は逆に大変になってしまいます。ある程度高くしておいてもいいかなと思うんですが、逆にですね、建築を楽しみたい場合、クリエイティブモードとかで建築を楽しむ場合、リソースそんなにいらないので、逆に耐久力をゼロにしておいてですね、ロケットランチャーとか使わずに、単純にサバイバーのピッケルで1回で壊れるので、かなり整地が楽になります。ここは楽しみ方に合わせていただければと思います。いろいろバランスを考えるとですね、位置が良かったりします。多少上げて3倍とかにしておいてもいいかもしれないですね。資源のリスポーン間隔なんですが、ここに関してはですね、値が低いほどリスポーンの頻度が上がります。復帰の間隔になります。リスポーン早い方がいいんで、短くした方がいいんですけども、短くしすぎるとですね、リソース壊してすぐ湧いて埋まってしまうっていう症状がまた生まれてしまいますので、ある程度の時間は置いておいた方がいいです。ただし、ローカルの場合、時間が進まない部分がありますので、読み込んでないとですね、そういう面を含めるとですね、短くしておいた方がいいので、だいたい 0.2 ぐらいでいいんじゃないかなと個人的には思っております。次、作物の成長速度なんですが、野菜とか農園をする場合の成長速度になるんですが、ここもですね、オンラインであれば植えて1日経ってログインした時に野菜ができているという場合もあるんですけども、ローカルの場合は開いている時しか時間が経たないので、なかなか野菜が育たないということになります。ここも高めに設定しておいていいかと思います。ゲージ満タンの6でもいいですし、10ぐらいとかですね、ちょっと高めに設定しておいていいかと思います。
作物の腐敗速度なんですが、菜園内の作物の腐敗速度を設定します。これはまあどっちでもいいんですが、数値を上げると腐りにくくなります。菜園の中の野菜のお話だけなので、ベリーとかも含めてですね。排泄の間隔。これキャラクターとかですね、排便速度を決定すると数値が高いほど高くなります。生物も含めてになります。この辺もある程度高く設定しておくと肥料とかも作りやすくなったりしますので、卵の間隔も確かこっちだったような気がします。無精卵の方ですね。なので、ある程度は上げておいていいかと思います。あまり上げすぎると、糞とか卵だらけになっちゃいますんでね。3倍から上げて6倍ぐらいですかね。続いて、交配可能になるまでの期間。これはですね、先ほどもご案内した通り、時間の経過という部分になりますので、交配のクールタイムということになります。これに関してはですね、0.01 でも全然いいかと思うんですが、注意が必要なのが、交配をオフにするのを忘れるとですね、大変なことになります。バランス考えると 0.2 ぐらいでいいんじゃないかなと、個人的には思います。次、産卵可能になるまでの期間なんですが、これ説明文がおそらく間違っていると思うので、0.2 でいいかと思います。卵の孵化速度。これはですね、数値高いほど孵化する時間が短くなります。これもですね、ローカルの場合時間が経たないので、50ぐらいでいいかと思います。手入力でね。100でもいいんですが、あまり早すぎるとドキドキがですね、なくなってしまいますし、ギガとか長いものもありますので、ここに関してはですね、50ぐらいでいいかなと思います。次、恐竜へのすり込み時のバフ。これは無効化になりますので、オフでいいです。すり込みした場合に能力が上がるという部分になりますのでね、縛りプレイ以外はオフで大丈夫です。全員に赤ちゃんの世話を許可。一人でやるんでどっちでもいいです。赤ちゃんの成長速度というところになるんですが、赤ちゃん成長速度を決定するという部分になりまして、高いほど成熟が早くなります。これもですね、ある程度高くしておかないとなかなか成熟してくれないということになりますので、数字は上げる必要があります。ただし、これに関してはですね、この世話の間隔というところと非常に密接に関与しております。世話の間隔っていうのが赤ちゃんが生まれると世話を要求してきて、その世話をすることによって刷り込み時のバフが付与されるというものになります。これに関して赤ちゃんの成長速度が速すぎると、刷り込みする前に成長しきってしまって刷り込みができないという現象が生まれる場合があります。逆に間隔を多くすると都度世話をしないといけなくなってしまってですね、他のことができなかったり、いっぱい刷り込みのアイテムが必要になったりしますので、世話は極力少なく、かつ 100% になるようにうまく調整をしないといけません。あまり少なすぎるとですね、生物への愛着っていう部分もですね、薄れてしまいますので、1割成長速度かける 2.5 ぐらいから3ぐらいがちょうどいいぐらいの数字になりますので、だいたいですね、成長速度を50倍に設定すると、世話の間隔は 0.05 となります。だいたいこの間隔で大丈夫です。細かい数値、この下設定できないんでね、これぐらいで設定いただければと思います。続いて、世話の猶予期間なんですが、これはですね、刷り込みレベルの低下とかがあるんですが、1のまんまでいいかと思います。この下もそうですね。赤ちゃんへの刷り込み時のバフ効果なんですが、これも1でいいかと思います。刷り込んだ場合に、ステータスの増える量が変わってくるんですが、あまりやるとですね、バランスが崩れてしまいますので、ここは1のままでいいと思います。ワールドの設定おすすめはこの感じになります。野生生物の強さになるんですが、ここはですね、基本的に触らない方がいいです。いろいろとめんどくさいことになりますので、気絶値とか少なくするとですね、寝やすくなるんですが、起きやすくもなります。あと、いろいろなツールでの計算がややこしくなりますので、触らない方がいいです。次、テーム済みの恐竜。ここに関してはですね、それぞれ触らない方がいいです。
プレイヤーのステータスの部分になるんですが、ポイント前のデフォルト値が増えていくということになりますので、レベルを上げた時にですね、いっぱい増えるっていう部分になるんですけど、ここも基本的には1でいいかと思います。ちょっと重量をいっぱいにしたいとかで数値上げてもいいかとは思うんですけども、あまり触らない方がいいかと思います。テイム済みとプレイヤーに関してはですね、多少増やしてもいい気はします。難易度緩めたい場合はですね、おすすめは1で触らないっていうことですね。経験値の倍率。アークの場合、経験値。時間経過でも何をしてもそれぞれに経験値が付与されていきます。何かした時の倍率になりますので、ボス倒した時だけいっぱい経験値欲しいとか、いろいろありますが、ここも基本触らなくていいんじゃないかなと思います。変えたいときはワールドの経験値倍率の方を変えていただければと思います。その他、トライブ内とかプレイヤーのサイダー経験値、このあたりは気にしなくていいと思います。次、飛行生物のプラットフォーム上への生物登場許可なんですが、基本プラットフォーム上に仲間の生物乗せるとですね、滑り落ちるようになってます。オンにすると乗せれるっていうことになります。一応囲って落ちないように建築をして載せることはできなくはないんですけども、基本はオフになってますんで、公式設定推奨なのでオフでいいかと思います。気にせず載せたい場合はオンにしていただければと思います。騎乗者のいない恐竜への防護策ダメージ有効化なんですが、野生生物とかもダメージ入るようなので、オンにしておきましょう。次、特定のエングラムの許可。これは先ほどのエングラムリストで設定したもののみエングラムで作られるというものになりますので、縛りプレイしたいときに使っていただければと思います。レイド恐竜、食料消費許可と食料消費なんですが、まずはレイド恐竜が何かというと、ティタノサウルス等の大型生物に関しては食料を食べません。お腹が減って体力なくなったら消えます。これは特定のトライブが独占しないように設定されているんですが、ローカルの場合は気にする必要がないので、ここはオンでいいかと思います。食料の消費はお好みで、オンにしておけば、ティタノとかもテイムして、食料を切らさなければですね、ずっとテイムしておけるという一般の生物と変わらない扱いになります。ペットモード無効化はオフでいいと思います。ペットモードの範囲制限なんですが、ここもお好みですね、利用に合わせて数値設定していただければと思います。次、カスタムレシピを許可。これも特定の縛りプレイしない限りオンでいいかと思います。カスタムレシピの効果。これに関してはですね、数値を上げると効果が高くなるんですが、ここも1でいいかと思います。もともとカスタムレシピ、割といい感じの量に出てますんで、あまりいじらない方がいいかと思います。次、制作速度によるカスタムレシピの性能。これもですね、カスタムレシピの部分でですね、プレイヤーの制作スキルが高いとですね、カスタムレシピの効果も上がるんですけども、その上がり方が大きくなるというものになります。これも1でいいかと思います。制作スキルボーナス。これは制作スキルで設計図のアイテムを作った場合に確率で品質レベルが上がるんですけども、その品質レベルが高くなります。ここも1でいいかと思います。ウェッシュプレート戦利品品質。戦利品のレベルが増減する部分になりますので、1でいいと思います。いいのを早めに欲しい人はちょっと上げてみてもいいかなと思います。釣り上げた戦利品の品質。これ釣りの方ですね。これも1でいいかと思います。燃料が消費される速度の決定。これはですね、数値を減らすと消費量が減るはずなんで、1でいいかと思います。減らしたい場合は数値減らしていただければと思います。巨大の建造物設置上限なんですが、ここはローカルなんでお好みでいいかと思います。よくわからない場合は1で大丈夫です。ダメージテキストを表示。これはですね、攻撃した場合にダメージゲージが出るようになるんですけども、個人的にはボス戦とかダメージゲージいっぱい出てうざいんで、基本的にはオフ推奨です。見たい人はオンにしてもいいと思います。洞窟内でのガチャの不幸を強制。ガチャクリスタルは洞窟内で湧かなくなるというものになりまして、ここはお好みでいいです。野生のガチャが洞窟でクリスタル湧いてたり湧いてなかったりみたいなイメージでいいと思います。もしくは洞窟内に拠点を作った場合ですね。そんなに大した部分でもないのでお好みでということになります。
続いて、設定する場合によくわからないっていう場合にですね、おすすめの設定をパクッとご紹介しようと思います。ここに関しては、ローカルで初めての人が始める場合に、基本的に方式に近いイメージで、ローカルで楽しむための設定です。難易度をハードに設定します。変更する部分は、ここを触らずに、ワールド、経験値倍率は1倍から3倍。これ、ゲージが最大3倍なので、これ以上やるとですね、ゲーム性が若干損なわれてきますので、3倍ぐらいがベストで、当倍でもいいと思うんですけどね、個人的に。他は触らずに、最高難易度はオン。PVE モードをオンにします。リスペック制限もオンになっているので、変えるのは倍率と PVE モードのみです。ルール。ここでいじるのは、管理者ログを有効化、オン。そして、クリエイティブモードの表示をオン。シングルプレイヤー設定をオフです。オフにしておかないと、詳細設定の倍率の部分でも大きく関与してきますので、ここで設定した数値ではなく、内部設定の数字が大きく変わりますので、ご注意ください。次、詳細設定。ここで PVE 欄でいじるのは特にないです。次、ワールド。採掘の耐久力に関しては、一旦1でもいいかと思います。少し進んでリソースがいっぱいいるようになったら耐久力上げていいかと思います。最初ちょっと切り開くの大変だと思うので、建築したりですね。最初から上げて3倍ぐらいっていう感じですかね。1から3ぐらいです。作物の成長速度。ここに関しては6でいいかなと思います。もうちょっと手入力で10倍とかでもいいと思います。作物の腐敗速度。これは1から 0.01 とかでもいいと思います。ここも排泄の間隔、一旦3にしていただいて、状況でですね、上げ下げしていただければと思います。いらなくなったら下げて、一気にいっぱい欲しくなったら上げていただければと思います。作物とか育て出すとちょっと大量に必要になったりしますので、上げていいかと思います。これまでちょっと邪魔になるんでね、後輩可能になるまでの期間、これに関してはですね、0.01 でもいいんですが、0.2 ぐらいでいいんじゃないかと思います。あまり早すぎると事故るんでね、後輩切り忘れて大変なことになる場合があるんで、慣れるまでは 0.2 でいきましょう。慣れればね、ちゃんとオンオフ切り替えれるんであればもうちょっと下げても怖いと思います。速度に関してはですね、50倍ぐらいでいいかと思います。このブリーディングの時間経過に関しては本当にローカル厳しい面がありますので、成長速度、ここも50倍ぐらいでいいかと思います。なので先ほどご案内した通り、間隔は 0.05 となります。食料の消費速度はおすすめは1ではありますが、厳しい場合はちょっと下げてもいいかもしれません。慣れるまでね。あとは触らなくていいです。野菜恐竜触らず、テイム済み恐竜触らず、プレイヤー触らず、経験値倍率触らず、その他の部分に関しては、フォトモードをオンにしていただいて、レイド恐竜もオンにしていただいて、ここはお好みですね。あとは触らなくて、ダメージテキストはお好みでオンにしていただいてもいいかと思います。最近ちょっと検証用にしているので、この設定でやってはいないんですが、ローカルで遊ぶ場合はこういった設定になっております。最後、注意点なんですが、このままゲームを戻ると、今の設定全部なかったことになります。なので、設定を保存、もしくは、設定を保存押さなくても、シングルプレイヤー、もしくは非専用サーバー、スタートしていただくと保存されます。これでゲームをスタートすることができました。あとはサバイバルを楽しむということになるんですが、ここで重要な部分があります。まず先ほど管理者ログをオンにしたことによってオプションメニューを開いていただいて左下にコンソールコマンドというのがあります。もしくはですね、コマンドタブでこのようにコマンドを開くことができます。ちなみにこの状態で上ボタンを押すと今1個しか入れてないんであれなんですが、過去入れたものを検索することができます。このように雲を消したりとかですね、設定をすることができます。オプションメニューのコンソールコマンドからもこのように一部履歴が出るようになっています。この辺の設定項目ですね、環境を良くするという部分に関してはまた別途オプションの設定の方のお話で詳しくさせていただこうかと思います。
ただですね、ローカルのサーバー管理といった点で重要な部分があります。ローカルサーバー、もちろん自分しかいないので、サーバーを管理するのは自分でしないといけません。通常、オンライン公式であったり非公式サーバーはサーバー管理者がメンテナンスをしてくれているので自分は何もしなくていいです。ただローカルの場合は管理者が自分なので自分でサーバーを管理しなくてはいけません。まずしないといけないことに関して絶対に覚えておく必要があるものをご紹介します。それはこちらのコマンド Destroy Wild Dinos。これは野生生物をすべて消去するコマンドです。これはチートコマンドといえばチートコマンドでもあるんですが、サーバー管理上必須のコマンドでもあります。ローカル、自分で好きな恐竜をまずテイムします。それをいっぱいテイムすると特定の生物がサーバーからいなくなる可能性があります。その場合に定期的にサーバー内の野生恐竜をリセットをかけることによって一旦全部いなくなって一から湧き直すのでメンテナンスをかけることができます。また各種イベントを始めた場合に最初はすでにいる生物がいるのでイベント生物やイベントカラーがうまく湧かない場合があります。もちろん野生生物に野生生物がやられてデスポンして湧き直す場合もあるんですが、基本的にはイベントを適用した際はワイルドディノスで一回リセットをかけることによって再度イベント生物やイベントカラーが湧くという状況になりますのでご活用いただければと思います。その他のコマンドはいろいろな状況で使わざるを得ない部分っていうのは出てきますが、基本的にサーバー管理としてはまずこのワイルドディノス覚えておいていただければと思います。一応コマンド説明欄にも記載しておきますのでそこからコピペで使っていただいても問題はないです。コンソール版の場合はコピペできないので手入力で間違えずに入力しましょう。サーバーの管理はローカルの場合自分自身が管理するというところは忘れずに覚えておきましょう。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ローカルサーバー設定徹底解説をお送りいたしました。アークですね、結構特殊になっておりまして、ローカルそのまま始めるとですね、結構辛い面っていうのが多々ありまして、自分で設定を変えないといけないというところがあります。なので、サーバー管理、自由に細かくできる分ですね、自分でしっかり勉強して、サーバー管理をちゃんとしないとゲームに行き詰まってしまう部分っていうのが多々出てくる場合ございますので、アーク、ローカルで楽しむための助けになればと思います。これからもですね、オプション設定であったり、チュートリアルを一個一個出していこうかと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。一応 ASE 版とかではチュートリアル出しておりますので、変わってないところも多くありますんでね、一旦そちらでお勉強いただいてもいいかと思います。アークは勉強してやらないと結構初見でやるには辛いゲームですのでね、しっかり調べてやっていただければと思います。その他ですね、質問などコメントでもいいですし、Discord に質問部屋がありますので、そちらの方が返信は早いかと思いますので、よろしくお願いいたします。その他、細かい速報などに関してはですね、Twitter の方で行っておりますので、フォローしていただけると最新情報が届くということになります。その他、説明欄の方にですね、やっていることを書いてたりしますので、一度見ていただければと思います。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。